あなたは死と隣り合わせの経験をしたことがありますか？遡ることおよそ76年前の1946年5月21日。今回の舞台はアメリカ・ニューメキシコ州のロスアラモス。とある研究所に集まった研究員たちが緊張の面持ちで一点を見つめています。彼らの中心にはマイナスドライバーを片手に何やら作業を進める男の姿が。彼の名前はルイス・スローティン。この研究のリーダーを務める男でした。ルイスが握るドライバーの先には大きな球体状の物体が。この実験が成功すれば我が国の未来は明るい。張り詰めた様子で慎重に作業を進めるルイス。よし、それでは一度休憩にしようか。実験も一段落し、彼が一瞬気を抜いたその時、彼の手から握っていたドライバーが抜け落ちてしまったんです。まずい。次の瞬間、実験室に青い閃光が走りました。その光の正体は大量の放射線だったんです。アメリカの研究所で秘密裏に進められていた謎の実験。研究員たちが取り囲んでいる球体の正体とは。この実験の悲劇を引き起こしたきっかけは研究員たちの狂気的な探求心だったのです。おざす。夏祭り好きな人と浴衣デートしてみたいな。好きな人いないけどケンちゃんです。ずーっと人生モテ期、闇あみこです。誰から誰から例えば、あなたから。本日皆様にご紹介するのはアメリカが第二次世界大戦で行っていた実験、デーモンコアについて。デーモンコア。デーモンコア。中二病みたいな名前じゃない？そうっすね。何よそれ。当時のアメリカはですね、第二次世界大戦中にね、他国からリードするためにいろんな実験を行っていたんです。そして今回取り上げるね、デーモンコアという実験はその中でも特に危険なものだったんです。デーモンコアの実験に夢中になってしまった2人の研究員。今回はですね、その2人に着目して見ていきたいと思います。悪魔の球体。遡ることおよそ76年前の1946年5月、アメリカ・ニューメキシコ州ロスアラモス。この地の病院の一室でベッドに横たわる一人の男がいました。彼の名前はルイス・スローティン。ロスアラモスの研究所でとある実験のリーダーを務めていた男です。すっかり衰弱しきった様子のルイスは何か後悔した様子で小さくつぶやきます。まさかこんなことになるなんてな。ルイス、具合はどう？ああ、大丈夫だよ。さあ入ってくれ。ルイスの病室へ訪ねてきたのは彼の妻でした。ベッドに伏せるルイスを見て思わず言葉を失います。そんな、ルイス。そう言って震える妻を目にしたルイスは悲劇の始まりを静かに思い返していたんです。1945年7月、第二次世界大戦が混乱を極める中、アメリカでは極秘裏にマンハッタン計画と呼ばれる研究が進められていました。計画に携わるルイスは同僚の研究員ハリー・ダリアンと熱心に議論を交わしています。この球体には無限の可能性が詰まっているな。ああ、我が国のためにも必ず研究を成功させねば。二人が慎重な手つきで触っているのは直径89ミリ、重さ 6.2kg の巨大な球体。進捗はどうだね。そこへ訪ねてきたのは政府の役人でした。ハリーは答えます。ええ、順調に進んでいます。それは何よりだ。何せそいつは我が国を勝利に導く最終兵器だからな。そう、ハリーとルイスが研究している球体は原子爆弾の材料だったんです。この球体を核兵器に転用するため2人は手を取り合い研究に勤しんでいたんです。なんとなく最初聞いた時予想してたんだけど、めちゃくちゃ物騒な実験じゃない。この頃はね、戦争も激化しており、自己防衛のために研究はね、避けられなかったんです。ハリーとルイスが触っていた球体の正体はプルトニウムと呼ばれる物質でした。プルトニウムから発せられる中性子は内部で反射を繰り返すことで強烈な核分裂を引き起こすんです。核分裂が繰り返される状態を臨界点と呼び、ここに到達すると核爆発が起きるんです。ハリーたちが行っていたのはプルトニウムの臨界点を調べるための研究で、どの程度中性子が反射すると臨界点に達するのかについて日夜実験を繰り返していたんです。なんかいきなり小難しい理系用語がたくさん出てきて、どうにかしてよ。わかんないですよね、いきなりこんな言われてもね、皆さんも。というわけで本日のメトラキーワード、核分裂について。核分裂とは、一つの原子核が2つ以上に分裂していく現象のこと。主にウランやプルトニウムといった質量が多い原子核で起こるんです。これらの物質は中性子と呼ばれる分子を発しており、この中性子同士が衝突することで連鎖的に原子核が分かれていくんです。原子爆弾は瞬間的な核分裂で大量の熱エネルギーが発せられることを利用した核兵器。一般的な爆弾以上の威力があるだけではなく、10日後に周囲へ放射線を撒き散らすことも特徴なんです。原子爆弾のさ、詳しい仕組み
とか改めて聞くとマジで危険すぎるわね。扱い注意すぎるわよこれ。核分裂は原子力発電とかに生かされていてね、うん僕らが使ってる電気とか含めて、うん人間の生活に役立ってるんで一概に悪いものとも言い切れはしないんですけどね、それに対してね研究していたハリーとルイスなんですけど、彼らはねこの後一体どんな運命をたどっていくんでしょうか。ハリーの研究。1945年8月21日、敵国の日本へ核兵器が投下され、まだ間もないこの日、ハリーたちは未だプルトニウムの研究を続けていました。この日、ハリーが行っていた実験は、中性子を反射する物質タングステンをプルトニウムに近づけ、どの程度で臨界点に達するのか調べるというもの。少しでもタングステンを近づけすぎると、大量の放射線をまき散らすことになる非常に危険な実験なんです。もしハリーが手を滑らせてしまったら、即被爆。実はそんな危険な実験にもかかわらず、当時大した安全措置は取られていなかったんです。なんと生身の人間が全て手作業で行っていたんです。ちょっと危なすぎじゃない？意味がわからん。どういう研究環境なのよ。どうなってんのこれ。70年も前なんで、うんもうまだまだずさんなねその研究体制だったっていうことですよね。慎重に実験を続けていたハリー。緊張状態が続く中、彼の疲労は限界を迎えていました。そしてハリーの集中力が途切れたその瞬間、ハリー危ない！必死の形相で叫ぶ周囲の研究員たち。なんとハリーはプルトニウムの上にタングステンを落下させてしまったんです。大慌てでタングステンを取り除くハリー。しかし時すでに遅し、タングステンが近づきすぎたことで中性子を反射したプルトニウムはすぐに核分裂を起こしてしまうんです。うわー！周囲は一瞬にして青い光に包まれました。大量の放射線を浴びた研究員たちは立つこともままならない状態に。この時プルトニウムのすぐそばにいたハリーが浴びた放射線の量は約 5.1 シーベルト。対処に約2分間を要した結果、彼は危険値を大きく上回る放射線量を浴びることになったんです。やっちゃったわね。恐ろしいですね。本当。ちなみにですね、5シーベルトの放射線をね浴びるとですね、約 50% の人間は死亡すると言われており、ハリーのねただでは済まなかった。放射線を浴びてしまったハリーと研究者たちはすぐに病院に運ばれました。しかし当時の医療はまだまだ発展途上。被爆事故に対する適切な治療は確立されていませんでした。医師たちの懸命の治療も虚しく、徐々に衰弱していくハリー。そんな彼の容体を心配し、友人のルイスが病室を訪れます。ハリー、気分はどうだ？最悪だよ。実験中に油断してこのざまさ。俺はもう長くないだろうな。ハリーの力ない返答に悲しげな表情を浮かべるルイス。しかし次の瞬間、彼の表情は一変。何か思いついたかのようにハリーにこんな質問を始めたんです。ところで実験中はどんな様子だったんだ？何か発見はあったか？そう、彼の意識が向いていた先は友人の状態ではなく、実験の継続だったんです。態度を表変させたルイスに弱々しく横たわるハリーへの気遣いはみじんもありませんでした。そして事故から25日後、ハリーは帰らぬ人となったんですが、ルイスはその後も実験を続けようとしていたんです。嘘でしょ？友達亡くなってんのにまだ続けようとしてんのこの実験を。ルイスは研究に熱中するともう他のことがね見えなくなるタイプの人だったんですね。もうその前にね人間ですから、なんかそういったねなんかもう本当に友達ですらないんですよねこれって。2度目の悲劇。ハリーの事故から約1年後の1946年5月20日、ルイス・スローティンは友人が亡くなるきっかけとなったプルトニウムの研究を未だに続けていました。この研究は何としても私の手で完成させたい。そう主張するルイスは若い頃から好奇心旺盛。大学時代には戦闘機に乗りたいとイギリス空軍への入隊を志願したこともありました。自身の探求のためには危険を顧みない。そんな性格の男だったんです。俺はこんなところで失速するわけにはいかないんだ。明日、例の実験を進めるぞ。ハリーが亡くなって以来、ルイスはプルトニウムの研究こそ進めていたものの、現物を用いての実験は行っていませんでした。しかし、より正確なデータを集めるためには、やはり実験が不可欠。意を決したルイスはこの翌日、再び実際のプルトニウムを使った実験を行うんです。なるほどね。でもそれにしても自分から戦闘機に乗りたがるなんてさ、凄まじい度胸ですよね。まあでもトップガン好きすぎて僕も乗ってみたいですよね。そう、はい、まあねルイスはですね、こんなね度胸もあったんで、ハリーの時よりさらにね危険な研究に手を染めていくんです。1946年5月21日、ルイスは研究員を集めて新たな実験を開始しました。彼らが始めた実験の内容は、ハリーが使っていたタングステンとは異なる中性子反射物質ベリリウムを用いて臨界点を測定するというもの。プルトニウムの周囲を上下に分割したベリリウムで覆い、上半分を動かして距離を測定していました。分割したベリリウム同士が接着した瞬間、核分裂が起きる非常に危険な実験だったんです。実験が開始される直前、一人の研究員が不安そうにつぶやきました。ルイス、本当に大丈夫なのか？
は大丈夫だ、絶対に失敗はしないさ。研究員は1年前のハリーの事故を思い出し、嫌な予感を覚えていたんです。しかしルイスは十分な備えがあるという口ぶりで実験を決行しました。よし、いいデータが集まってきたな。ルイスと同僚たちは順調に実験を進めていた。しかし緊張状態が続く実験の中でルイスたちの顔には疲労の色が見え始める。ルイス、そろそろ休憩にしないか。そうだな。それでは30分ほど休憩にしよう。実験が一段落したことでルイスの緊張の糸が緩んだほんの一瞬。まずい、離れろ。ルイスはとっさに叫んでベリリウムを弾き飛ばしたが、時すでに遅し。プルトニウムは即座に核分裂を起こし、研究室は青い光に包まれた。熱い、体が熱い。1年前、ハリーの実験が失敗したのは実験の安全措置がずさんだったがゆえ、ハリーの失敗を教訓にルイスは万全な体制で実験に臨んでいるかに思えました。しかしこの時彼が用意していた安全措置はドライバー1本。上下に分かれたベリリウムが誤ってくっついてしまえば被爆を避けられない状況にもかかわらず、2つのベリリウムを支えるものはマイナスドライバー1本だけだったんです。嘘でしょ。ハリーの事件の教訓なんてみっちもないじゃないのよ。ルイスはね、もう自分は大丈夫みたいな、ね、はいはいはい、謎の過信があったんでしょうね、うん、この後ね、ルイスはどうなってしまったのか。実は放射線を浴びた後の彼の行動もまた常軌を逸したものだったんです。ルイスたちの結末。事故が起きた後のルイスの行動は至って迅速なものでした。全員動くな。彼は最も近い距離で被爆したにもかかわらず、慌てる研究員たちをすぐに制止。この時の判断は研究員たちの被害を減らすための勇敢な考えではありませんでした。なんとルイスは全員の立ち位置を床にメモして正確な放射線量を把握しようとしたんです。彼はどこまで行っても実験に貪欲な男でした。しかし至近距離で放射線を浴びたルイスは立っているのもやっとの状態。彼は力なくその場に倒れ込むとロスアラモスの病院に緊急搬送されるんです。何度も嘔吐を繰り返すルイス。ドライバーを握っていた左手は真っ赤に腫れ上がっていました。それもそのはず、なんとルイスが浴びた放射線量は危険値の10倍以上。彼は21シーベルトもの放射線を浴びており、その数値は前年の実験でハリーが被爆した時の約4倍でした。21シーベルトってちょっと聞いただけじゃ想像できないんだけどさ。日本人は1年間 2.4 ミリシーベルト浴びるって言われてて、あ、そうなの。なので換算するとね、9000倍を一瞬で浴びるみたいなことなんで、もうどんだけ恐ろしいかってことですよね。病院に運ばれたルイスですが、事故の翌日は比較的落ち着いた様子を見せていました。会話をできる状態で医師からも良好な健康状態と判断されます。しかし事故から5日後のある日、これはどういうことだ。苦しむルイスの傍らには困惑する医師と心配そうに見つめる妻の姿がありました。そんなルイス、この日を境に彼の体内に存在していた白血球は全て消滅。ルイスはたった1日であらゆる感染症に対する抵抗力を失ってしまったんです。白血球の消滅とともにルイスの体調は急速に悪化していきます。前日までの落ち着いた様子が嘘のように激しい吐き気や腹痛を訴え始めるんです。ただ実はこの時ルイスの妻が絶句していた理由は彼の苦しむ姿を見ていたからではありません。妻の視線の先にあったのはルイスの左手。実験の際にマイナスドライバーを握っていた彼の左手はすでに原型をとどめていなかったんです。実験中、最もプルトニウムに近い位置にあったルイスの左手は青膨れや肥大化を起こし、この世のものとは思えない状態になっていました。いやー、もうちょっと目も当てらんないわね、これは。体のね、この目に見える部分に変化が起こると、やっぱね、本当に分かりやすいので、家族からしてもね、本当に痛ましくね、辛い事故だったと思いますよ。被爆事故発生から7日が経つと、あまりの苦しさにルイスの精神は錯乱。すでに会話もままならない状態で、周囲の人間は見守ることしかできませんでした。そして事故発生から9日後の1946年5月30日、ルイスは帰らぬ人となりました。実験に同席していた研究員たちは、軽微な被爆はあったものの、ルイスが盾になったことで生死に関わる怪我はなかったといいます。この事故をきっかけにプルトニウムの塊はデーモンコアと呼ばれるようになりました。ルイスとハリー、実験中彼らのような有能な研究員が2人も命を落としてしまった、その恐ろしさから悪魔の球体の名で呼ばれるようになったんです。デーモンコアはアメリカが実施したクロスロード作戦で投下される予定でしたが、これも中止。クロスロード作戦とは1946年にアメリカがマーシャル諸島沖で行った核実験のこと。2度の事故を受け、結局デーモンコアが核兵器に転用されることはなかったんです。球体は溶かされ、実験も2度と行われませんでした。あまりにずさんな研究体制によって起きた被爆事故。これはもしかすると強大な力を得ようとした人間への警告だったのかもしれません。